はい、どうも。私は今シンガポールの自宅にいるんですが、今日は、タピオカのお酒を作ってみたいと思います。まず材料なんですが、これはですね、先日チャイナタウンの市場に行って、買ってきました。不管了。有没有酒饼？酒饼。酒饼有。啊。要几个？几个？哦，3个。3个。啊。还有呢？多少3块。3块。那个。谢谢。啊，10个。有卖糖吗？10个 K。哦。100万。啊，对，好的。这个多少？这块3。快3。快3嘛。谢谢。那个。啊。一条。西瓜哪一个是红的？这个马来西亚的不许。多少2块。2块啊，1 kilo。2块。我要拿个袋子装一下。はい、まずこれがタピオカなんですが、厳密にはですね、タピオカというかですね、キャッサバという植物の根っこになりますね。タピオカというのはこのキャッサバの根っこから取れたでんぷんのことをタピオカと呼びます。それを加工したやつが今タピオカティーとか言われて、流行っているあれですね。はい。このキャッサバの根っこはですね、中国語では、ムーシューと呼ばれています。そしてですね、次に、これが、チューピンという中華系の人が使う、麹ですね。どうやってこれ作ってるのかよくわかんないんですけども、ドライフードとかをですね、売っている店で、中華系の店では大体これ扱っています。はい。そしてこちらが、氷砂糖ですね。氷砂糖。まあどんな砂糖でもいいんですけど、とりあえずアルコール度数を高めるためにはですね、糖分が必要なので砂糖も用意しました。はい。この3つですね。ムーシューとシウピンと砂糖というですね。はい、じゃあまずこの、キャッサバの根っこですね。これをですね、洗って、で皮を剥いて、あとは小さく切ります。じゃあ洗っていきますね。なんか長芋みたいですね。OK。結構手がベトベトしますね。はい、次にこれを小さく切っていきます。硬てのは。はい、切りました。はい、全部切り終わったんですけど、ちょっとこれをですね、今度重さ測ってみますね。
だいたい、1キロぐらいですね。だいたい1キロということで。じゃあこれをですね、今度蒸します。はい、これが蒸し器ですね。この中にお水が入ってて、これを熱すると、ここに蒸気が入るわけですね。じゃあこれを何ですかね。はい、これでですね、これ柔らかくなるまで蒸します。はい、はい、そしてですね、ムーシュを、蒸してる間に今度はチューピンですね。はい、これがですね、ムーシュがキャッサバの根っこが、1キロに対して2つ使います。もし2キロだとこれ4つ必要なんですけど、今回1キロだったのでこれ2つ使いますね。はい、じゃあこの2つをですね、この石臼っていうんですか、これで細かくしておきます。いいですか、これ。はい、細かく。粉になりました。もう一個か。はい、これで2個ですね。はい、はい、これで2個分ですね。ちょっと蒸されてますね。蒸されてます。はい、じゃあ待ちましょう。そろそろですかね。はい、本体柔らかいので OK ですね。火を止めて、よ熱いだろうな。1キロ重い。はい、じゃあこれをですね、違う容器に移します。足りるかな、これ。足りるかな。どっちだ。ちょっと潰しますね、これ。なんとか潰します。はい。OK。はい、こちらですね、先ほど潰したムーシュなんですけど、30分ほど時間を置いてですね、ちょっと少し冷ましました。これからこの麹をかけるんですけど、この麹菌がですね、一番繁殖するのが36度から7度ぐらい、人肌温度の時に、一番繁殖するんですけど、80度を超えるとですね、この麹菌が死んでしまうので、30分ぐらい冷まして、全然もう熱くないので、ここに、これをかけますね、先ほどの麹。はい。そしてこれ全部混ぜます。ね、混ぜ。全部まんべんなく混ぜてください。はい、大体まんべんなく混ざりましたね。はい、ここにですね、ちょっとサランラップをかけます。これ。ラップ。取れないやん。はい、ラップをかけますよ。はい。この方がね、衛生的にいいですからね。そしてこれ蓋をします。この入れ物なんですけどね、大体何度もいいんですけど、完全に密封しない方がいいですね。発酵するのにやっぱりちょっと空気が必要なので、完全に密封しないもの。やっぱりラップをかけると衛生的ですね。はい。はい、これで下準備は終了ですね。これをですね、どっか暖かいところに置いて、だいたい30度から40度を保ちながら3日ぐらい放置しておきます。30度から40度をですね、間を保てると3日4日ぐらいでいい感じにですね発酵しますので、はい、下準備は以上です。
夜になるとですね、気温がもちろん下がるんですけど、このようにですね、発泡スチロールの箱の中にこの容器を入れまして、その横にですね、この40度から50度ぐらいのお湯が入ったですね、ボトルなどをですね、横に置いて、これで蓋を閉めると、結構温度を保つことができると思います。こういう工夫で夜も30度、40度ぐらいを保って発酵を進めることができると思います。こちらが下準備からちょうど24時間経ったものなんですけど、こんな感じですね。見た目はあんまり変わりないんですけども、匂いがすごいですね。ガスが発生しています。実際嗅いでみると分かるんですけど、もう明らかにアルコールですね。アルコールを含んだガスが発生しているのが、すぐ分かります。嗅いでみてですね、むわっという匂いがしたら、それ成功ですね。逆にここでとても臭い匂い、不快な匂いがすると、それは、発酵ではなくて腐食、腐っているということなんですけど、はい、ではまたもう2日ぐらいですね、様子を見ましょう。さて、こちらがですね、丸3日置いて発酵させたムーシュになります。はい、開けてみましょう。すごいね、小さくなってしまいましたね。蒸発したんですかね。アルコールの匂いが結構ね、すごいんですけど、かなり発酵していると思います。これをですね、違う容器に移し替えて、そこに水と砂糖をこれから入れます。今回こういうやつですね。ガラスの瓶なんですけど、入れ物は何でもいいんですけど、口が広くないと移し替えられないので、あとはプラスチックじゃなくてやっぱりガラスの方がいいですね。じゃあちょっと移し替えます。ネバネバしてますね。はい、これで全部移し替えました。じゃあここにですね、水を入れます。水なんですが、入れすぎるとちょっとね、味が薄くなるので、どちらかというとやっぱり少ない方がいいですね。少ない分にはですね、後で足すことができますから、少ない方がいいです。私はとりあえずですね、1リットルぐらい入れてみようと思います。まずこれで 500ml ですね。で、もう 500ml。はい、これでだいたい1リットルですね。1キロのムーシュに対して1リットルの水を入れました。はい、そしてここにですね、砂糖を入れるんですけど、これはですね、アルコール度数を高めるために入れるものですので、高くなくてもいいという人はですね、入れなくてもいいかもしれません。あと日本ではですね、アルコール度数が 1% 以上の酒類を作ると酒税法に引っかかるらしいので気をつけてください。シンガポールやマレーシアでですね、人に売らなければいいという暗黙の了解があります。はい、ということでちょっと砂糖を入れますね。これぐらいかな。はい、これぐらい入れておきましょう。こんなもんかな。はい、これで蓋を閉めて、この状態でまた放置し、2週間後ぐらいにですね、これを布やザルなどでこします。そして完全な液体にします。その時に味見をしてみてですね、もうちょっとガツンとさせたいなと思ったらですね、また砂糖を入れればいいと思います。飲めるようになるのはだいたい1ヶ月後ぐらいでしょうかね。このタピオカのお酒なんですが、実はですね、これ成功する確率がですね、そんなに高くはないんですね。お米のお酒だとね、すごく簡単でほぼ失敗しないんですけど、タピオカはですね、結構比較的難しいですね。私もですね、正直これが成功するかどうかですね、自信は半々といったところでしょうかね。もし失敗するとアルコールと一緒に少し酸味が出ます。でもそれでも飲めないことはないですし、私はむしろ好きだぐらいなんですけど、私の友達にはね、すごい不評です。はい、ということで以上がタピオカのお酒の作り方でした。何か質問があればですね、コメント欄に書いてください。
すごいうまくいったら、またビデオでお知らせするかもしれません。それでは皆さんももしよかったら作ってみてください。はい、それではまたごきげんよう。